I got そこは笑ってないぞ。そうです。ちょっとプロフェッショナルにいかないとダメですね。Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Alright, that's good. How's it going? Welcome to Downtime with Ken. ホストの Ken 山本です。よろしくお願いします。今回はバックデートノベンバーのヨヘが来てくれました。バックデートノベンバーのヨヘくんです。よろしくお願いします。そう、これはテイク2なんですけど嘘をつかないでいこう。ここは嘘をつかないで。ボーカル同士として、今回初めて、1対1のボーカルの会、だいたいグループで来たりとか、一人で来てくれた時はポールだったり、学だったからあれだけど、で結構ボーカルの話が結構したくて今日はボーカルあるあるじゃないけども、そのボーカルで例えばライブの前でやってることとかある？深呼吸っていうか体ちょっと伸ばすってのはやってるね確かに見覚えある。あと昔はやっぱ酒飲んだりしてやっちゃってたんだけど、それももう今は一昨年ぐらいから今一切声まずに出る。酒飲ん俺、一切出ないんだよね、声が。なんかうちツインボーカルだから、ちょっと楽してる部分あるいやそんなことないでしょだって傭兵が出してる輝度結構高いぜいや剣の方が高いんじゃないの。でも俺の場合は、声がお酒によってすぐなくなっちゃうから、ツアー中とかアコースティックだとある程度抑えられるから、そのキーの出し方は抑えられるから、だけど普通にフルバンドで回った頃は絶対ツアー中はお酒飲まなかったね。打ち上げとかも飲まない。そうで打ち上げ出ないから、そうだね、まずそうだからそれもあったのよ。その自分の声のために、自分の声のために結構わがままなんだけど、とにかくこう、自分の次の結構連チャンが続いてたから、声保つためにもって感じだったね俺は。一番やっぱ気をつけてるのはちゃんと寝ることかな。そうだよね、ちゃんと寝ないと全然出なくなる。ツアーでさ、結構満喫とかそれともホテルとか、車ばっかだね。車ってやばくない車でどんだけいい設備があって寝ても、やっぱなんかちょっと風邪ひいちゃったかなっていう瞬間はあるよね。やっぱ秋とか冬になると結構きついかな。メンバー全員車で寝てる。そういう時はメンバー全員車に収まってるの？収まるんですよベッドはあるんだっけ？ベッドに2人寝れて、で運転席と助手席のシート倒して、後部座席がフラットになってるんですよ。だからここに2人寝れて、で1人だけ寝れないっすね寝れてねえじゃんでも免許持ってないやつ1人だけいるんですよ。でそいつがそいつだけちょっと適当に寝ててっつって、外でしょ車の下パークウェイドライブで年上でもあんま先輩ってバンドがいないんだよね、もうそれこそだから先輩って感じの俺らが思ってるバンドってもうクリーブとかカントリーヤードとか。恥ずかしがんのやめてください照れないでください。いやなんかすごいね、なんか面白いこと言おうと思ったんだけど出なかった照れすぎて出なかった照れちゃった正直な山田さんがいいぞもっと言えみたいなでもやっぱ国内てか俺ちょっと恥ずかしいこと言っていいですか、クリームのライブめっちゃ行ってたんですよ。マジで？はいマジでとか全部なくなっちゃったけど昔のやつ。ちょっとまたすげえ攻めるんですけど、クリームの超古いお前台本バレるから山中さん台本がバレるクリームのマジで古いステッカーいまだに3枚ぐらい持ってマジで貼らずにってこと？そう1
1枚さ記念にもらっていい？今度持っていきますでもクリームのくだりでいくと俺高校時代に一回クリームと対話してるんだよマジでマジ思ったのが大平さんってすげえ怖い人なんだな多分っていう名前はもちろん知らないですけどクリームのボーカル絶対怒ってるみたいな俺も全く同じだったよ本当に怒ってるから。来日アーティストとかさ、うん海外アーティストを見ることってあった、もちろんね、思い出に残ってるライブとかある？来日アーティストで一番最初に行ったのはやっぱノイズ・フォア・ネームかな。おー、だもうったんですけどしびれてクワトロでそのパルコの下上じゃないですか、で下ちょっと買い物してたんですよ友達と、そしたらトニー・スライいて、やべえトニー・スライいるっつって、もうあるあるなんですけどちょっと写真撮ってもらっていいですかっつって、撮ってもらった写真があるっていう。すげえ。あれね、クワトロのいいところだよね。そうですね。俺も高2高3の時はそんな感じだったもん。なんだっけかな、メストのライブ見に行って。メスト大平さんメストのライブ行ったの？メストのライブ見に行って想像できないです、なんか外人と仲良くなって、なんかビッグウィグの T シャツ着てるやつが仲良くなって、そしたらなんか俺メストのマネージャーだよみたいな。でまあ入れてもらったんだけどね。ない手をつけてキャルミーエイズのやつが ABC マートにいた渋谷のセンター街の背高すぎる外人が一人うおーみたいなで、なんかパンクスプリングの、一番最初のパンクスプリングの、時でやべえみたいな走って写真撮ってくださいみたいになって、でその人がじゃあ明日ライブ来いよみたいな話になって、入れてはくれなかったんですけど次の日だったんですよ。もう急いでチケット買ってで行って覚えてるみたいなね、覚えてるよみたいな話をして、その日がその来日アーティストを初めて見た、海外アーティスト初めて見た日で、アカデミーズはもっと遅かったんですけど、一番最初に見たアーティストが MXPX だった俺。すげえいるとか思って最近さ、傭兵ってどういう音楽聴いてるのってなんかこう、ポップパンクじゃない楽曲を聴いてそうなイメージがあるの俺勝手なあれだけど、もともとでも俺音楽始めたきっかけってサム41とかでの、しかも暗いアルバムだったのね。チャックその前かな、これDoes this look infected to you？ はいはいはい。あれでその同時にブリンクとかニューファンドグローリーも聴いてたんだけど、一番好きなのがやっぱサムで、素晴らしいな。感じが好きで、だったんだけど、やっぱポップパンクもやっぱポップパンクの良さっていうか、そういうのがあってハマってったんだけど、じゃあ夏といえば、結構サウンドトラックとしては今最近聴いてるサウンドトラックだったり、まあ別に最近の音楽じゃなくてもいいんだけど、最近聴いてるとしたらこうサム41にちょっと戻ってるような、夏に向けてっていう感じが、そうだね。なんか一番好きなこう夏はぴったしなサム41の曲とかある？サム41っつったらでもやっぱ Into Deep 超夏じゃん。もうプールから出てきてこんな感じの。そこはサマーじゃないの？サマーもいいっすね。古いやつだねそれ。俺初めて高校でやったライブの時、初めてやったカバーが Into Deep いいっすね。で、ライブの時にドラムセットが崩壊して止まんなきゃいけない。もうライブできなくなっちゃってドラム叩いたらもうオンボロすぎてバーンと立った時にバストラが踏んだ時になんか取れちゃってグタグタグタゴタゴタみたいになってすげえ泣いた。再現するしかない。いや無理無理。バキバキに鍛えてる。ドンボン一個一個飛んでくみたいな。そいつがすごかったわけじゃないですよ。ドラムイケピです、そのバンド。じゃあサム41はもう結構定番。年末最近。そうだね。なんか最近それ以外に聴いてるやつある？ナーズで買ってよかったのは、ピアノズビカムズティースの新しいやつ。すごいジャンルが変わったっていうか、今までこう叫んでた人たちなんだけど、すごい静かになって、歌い上げるみたいな。最近のやつは聞いてないんだけど、その昔のアルバムは聞いてて、やっぱこうどちらかといえばマイクからちょっと遠い感じがしたんだよね。すごく。で
なんだろう、俺とポールが結構ピアノ、あいつに教えてもらってて、あそうなの前はちょっと知ってたんだけど、ピアノコミティとはちょっとレーダーに乗ってたんだけど、聞き込むまではいかなくて、あいつに言われて聞いて、あすごいいいアルバムだねってなって結構いろいろ話したんだけど、イメージとしては本当マイクから遠い感じだった、今回は聞いてないんだけど、どんな感じにあれと比べていやどういう感じ？だいぶ近づいてるね優しい。ささやいてるねあれはもう近くでささやく感じはもうまあ甘酸っぱい気持ちになるじゃないけど、スウェーラーズかな活動を止めちゃって、畜生って思いながら聞く感じ、あの感じがやっぱ逆にいいなみたいな、スウェーラーズ大好きなんだよ、本当に。シャツ持ってるよね、スウェーラーズのね。言ったんだよメンバーに、日本に来てくれっつって、なんかさ絵に描いたアメリカ人なんだよねなんかねザ・アメリカ人なんか憧れってあるじゃないやっぱ、はいはいなんかこうアメリカのあの感じ、なんかその映画とかに出てきそうな、イケメンだしね、またね実際見てもやっぱね爽やかだし、口でけえし背高いし、なんか体つきもすげえいいし、絵に描いたアメリカ人なんだよ。なんかそれがね、なんかこうなんつうんだろうね、親近感が湧くっていう感じなんだろうね。そうかもしれないですね。なんかブリンクとかさ、サム41でさ、アメリカ人なんだけどさ、もう絵に描いたさハリウッドスターじゃん。そうですね。そうもう手の届かないところみたいな。スウェラーズってすげえなんかこうなんつうんだろう、もうそれよりは全然身近なところにいて、でなんかこれだけなんかなんつうのイメージがこう合致するアーティストなかなかいないっつうか、なんかこう海外のバンド来てもあれっつってめっちゃ背低くねこいつみたいなお前本当に怪人かよみたいなさ、なんかそういうのがないっつうか、ザ・アメリカ人みたいな。今後はそのバックデートノベンバーはレコーディングをして、今後の予定みたいのは一応まあ7月に3曲入りのねシングルを出すんですけど、で8月企画をいっぱいあって、ちょっとまだ詳細はそうね出せないんですけど、仕込んでると何かその後の予定はちょっと言えないんですけどね。楽しみいろいろ決まってきてるんでね、楽しみにしてくれとよろしくお願いします今日はありがとうございました。バックデートのメンバーの傭兵でした。I'll see you guys later. またね。